しっかりとこう落ちないように押して揺すって、こうパン粉をもう一回鳴らして、さてどうも、今回は白金台からお送りします。今日やっていくのはチキンカツレツです。日本だと日本だとジャパン日本だとカツレツってね、結構馴染みがあると思うんですけど、もともとはフランスだったりイタリアの料理が原型になってるって言われてまして、例えばフランスだと、子牛ですね、子牛のコートレットっていって、こう叩いて薄く伸ばしてパン粉をつけて焼く。子牛の肉もなんでしょう、若干パサつきやすいんですよ。それを補うためにパン粉だったりで、うまく工夫してるんですよね。今回はチキンを胸肉でやろうと思います。胸肉もやっぱりこうちょっとパサつきやすいじゃないですか。それをちょっと工夫してパサつかない、パサつきを感じづらいような仕立てでやって美味しくできたらいいなっていう、そんな願いを込めてます。じゃあ、材料を紹介していきます。まず鶏胸肉と、あとはレモン、パルミジャーノレジャーノ、このマヨネーズとゆで卵、梅干し、これらはソース用、タルタルソースみたいなものをここで作ります。結構こう家庭にあるもので、やりやすいようにしていこうかと。鶏胸肉は、もしちょっとこういう油とかが気になるようでしたら外してください。で、鶏胸肉は、半分にカットします。皮もしっかりです。ちょっとだけ切れ込みを入れて、これはそんなに、気にしなくていいです。これでこの後叩いていくんですけど、そのきっかけのために切れ込み入れただけです。鍋でもいいし瓶とかでもいいです。オイルのボトルがあればこういうんで叩いてもいいですし、でも基本的にお店とかだとね、こういう肉叩きがあるんで、コートレットバットですね、こういうので叩いていく。焼くとね、こうちょっとグッと戻ってくるというか、あんまり叩きが甘いとね、伸びきらない時とかもあるんで、それをしっかりと叩いておきましょう。こんな感じです。これももう塩しちゃいます。いつもね、両面でやること多いんですけど、これだけ薄ければ片面でいいかな。で、次はソース用に梅干しをカット。本来だったらね、ケッパーとか使うんですけどね、その代わりですね、細かく刻んでおきます。で、ゆで卵もこれも少し固めに茹でておいて、固めというか、何これ、普通ミディアムみたいな感じですかね。これもね、あんまり細かくしなくていいです。ざっとで。で、次マヨネーズ、これはねたっぷり。で、梅干しはとりあえず2個分叩いておいたんですけど、なんか1個ぐらいで足りそうだな、この分量だと。これでだいぶ味は決まってくると思うんですけど、一応味をちゃんとチェック。もううまいっすね。もううまいな。塩いらないな。で、パセリもお好みで手でちょっとちぎるぐらいムラがあるような感じでも結構美味しいです。爽やかさを足すために加えるんですけど、やっぱね、色味としてもね、こう重要な要素ですから、混ぜてみて、でこう見てみるんですよね。緑感がしっかり出てるか確認して、まだもう少し加えても良さそうだなと思ったら、ここで足したりとかで、こういう部分ですよね。そのレシピの先にあるものって、適量って何なのかみたいな、適量って分かんないっていうのはね、すごく気持ちとしては分かるんですけどね、やっぱその先ってこうレシピの一歩前に一歩先にあるものなんで、自分で考えてみるっていう部分ですかね。これぐらいになってくると、ちょっと緑の割合がさっきより増えたなと、これぐらいにしておきましょうか。で、ソースは仕上がったんで、ここからは卵を溶いて
鶏をねなじませてパン粉くぐらせてっていうような流れです。チーズですね。このパルミジャーノ・レジャーノすりおろしたものをここに加えます。でね、たっぷりと加えましょう。ここからは鶏肉、これね、しっかりと黒胡椒しておきます。両面でもいいんですけどね、片面にしときますか。今回はしっかりしましょう。これがね、いいアクセントになりますから、しっかりとこう落ちないようにちょっとグッと押しておく。ここから卵の方、卵は今度は両面ですね。両面というか全体にしっかりと馴染むように、このままね少しつけておいてもいいですね。例えば5分ぐらいマリネとか、こう唐揚げとかみたいに2時間とか漬け込んでおくと結構いい感じになるかもしれないですけどね、今回はほんとさっとでパン粉に。やっぱり細かい方がいいですね。よくある感じの粗いやつあるじゃないですか。あれだとちょっと油吸いすぎちゃうというか、なんかちょっとべちゃっとなりやすいような気もするんで、粗いものであればね、ロボクープとか、あとブンブンチョッパーみたいな感じでミキサーで回したりとか、袋に入れて麺棒で伸ばしてもいいです。こうね、分厚い肉だとこうパン粉って2度漬けとかするとね、肉汁とかを閉じ込められていい感じになるんですけど、今回みたいに薄いのであれば、基本的に1回でいいと思います。グッと押すことでね、意外と ついてなかった部分とかもねしっかりつくんで、押して揺すってこうパン粉をもう一回鳴らして、もうね、パン粉がある程度ついてきてれば手で押しても手にこうあんまりベタベタつかない。フライパンを用意して、この中で揚げ焼きにしていく感じです。でニンニク少し入れておくとね、こう全体がニンニクの香りになってさらに美味しくなります。ニンニクをね、頃合い見て苦くなる前に引き上げましょう。これも薄いんであんまり時間をかけてやる必要はなくて、なるべく短時間でささっと揺すって温度を散らしてあげてください。このね、フライパンの中でもこうやっぱ若干温度が違うんですよ。いい感じですね。もうこれだけのオイルの中で加熱してるんで、ほぼね火は入るんですよ。で最後仕上げにバター、香り付けのバターですね。これだけのオイルがあったら基本的にバターね加えてもよっぽど温度が高くない限りはバター焦げないんで、基本的に1回1回で終わらせないで、もうかける2とか場合によっては3ぐらいで段階を踏んで焼き色をつけてください。こうちょっとね余裕があったらアロゼして、ピターンってくっついてると当たりづらい部分があるんですよ。色がつきづらい部分、そういうのをこうアロゼで補ってあげたりとか。いいですね、焼き色いい感じになりました。もうこれで、裏側もね色ついてるんで引き上げます。美味しそう。もうね、見た目でやっぱね、見た目って大事ですよね。焼き上げすぎて黒い部分が出てきたりとかしてると、やっぱりちょっとね、おっとやりすぎたかみたいな。サラダもねたっぷりと添えて、全体にまんべんなく塗ってもいいですし、片側に少しこんもり寄せて、カリッとした部分をこうつけて食べていくみたいなやり方でも。まずはそのままの状態で食べましょうかね。あ、もううまい。味変のレモン、これだけでもううまい。こんなことあるかな。
いやこれはねめちゃめちゃうまいです。本当にシンプルなんですけど、素材にしっかり下処理して味をしてっていう風に丁寧な工程を積むだけで味ってしっかり決まるんだっていう、すごくいい例なんじゃないかなって思いました。あとはこの衣でうまくコーティングされてるんで、それらの要素がねこう鶏肉をしっとりジューシーにしてくれてるんじゃないかと思います。であとこのね黒胡椒中にしっかり振ってたの、これめちゃめちゃ効いてます。もうこれがこの料理の主役と言っても過言ではない。はい、というわけで、チキンカツレツでした。割とどうですかね、身近な材料でできるので、再現しやすいかなと思います。バターを入れるタイミングだったり、あと黒胡椒をねしっかりと効かせたりと、そういう部分っていうのは味に結構直結しますから、少しでもこう参考にしていただけたら嬉しいです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。